こんにちは、メイです。今回は和風×クリスマスをテーマに作っていきます。風邪をひいて声がデスボイスになってしまったので、本編からは音声読み上げを使っていきます。苦手な方はミュートでお願いいたします。それでは皆さんも体調にお気をつけてお過ごしください。ここからはメイに代わりまして春日部紬の声でお送りいたします。今回のテーマは和風で一味違ったクリスマスです。和風な部屋にクリスマスをぶち入れていきます。部屋の概要です。お部屋の大きさは 8×10、 窓はありでエントランスは一番左、ライトはオレンジで真ん中くらいの明るさ、環境音はなしです。壁と床の詳細です。クリスマスらしく雪を降らせています。壁と床が和風なら和風な印象になるので和風な壁と床を取り入れています。間取りはこんな感じになる予定です。日本家屋らしく仏間が入っています。上から順番に作ります。縁側の部分にナチュラルなフローリングタイルを置きます。4本の柱を置いてなんとなく部屋を仕切ります。正面の壁に蓄光ウォールステッカーを全面に貼ります。レンガが見えると大正ロマン風になるので雪の窓以外全部隠します。ここの窓は和洋折衷です。クリスマスを和室になじませるための工夫です。白い窓と腰壁はお借りしたマイデザインで、あとは自作のマイデザインです。雪の降る壁は窓の部分だけ欲しかった壁紙ですね。縁側の左右の壁も同様に蓄光ウォールステッカーを全面に貼ります。格子の木を貼ることでちょっとだけ最近の和風建築っぽくしていきます。このマイデザインは以前描いたものを少しだけ書き込みました。前よりマシになった気がします。左壁にはトイレの入り口をつけます。昔の家は廊下の先にトイレがありがちな気がします。廊下に明かりを灯します。ゴールドの裸電球です。縁側というより廊下ができました。窓が多いので隙間風がエグそうですね。この時点で冬な感じが出ているので OK です。次は本日の主役クリスマスツリーを飾ります。クリスマスツリーは和室にも合うようにゴールドカラーを採用しました。まだサンタは来ていませんが空のプレゼントボックスを飾ってテンションを上げておきます。ここに高そうな箱があるじゃろ。これ全部空箱なのじゃよ。クリスマスっぽく電球を飾り付けます。細かい電球はあるだけで可愛いのでここぞとばかりに採用していきます。今回の部屋は生活感も出していきたいので結構散らかった印象に仕上げていきます。こういう時にだらしない家具は優秀ですね。置くだけで散らかった印象になります。畳の上に足のある家具を置くと跡がつくのでラグを敷いて緩和させます。冬の和室に丸型ストーブは必須アイテム級に大好きな家具です。リビングができたので次は仏間を作ります。ここは願い事を紙に書いてサンタにお祈りする場所です。煙を焚いて願いを届ける方法を使用しています。畳だと危ないのでフローリングタイルを敷いてから祭壇を作ります。最近流行しているモダンな仏壇をイメージして作っています。部屋に合わせて座布団も白にします。サンタクロースの格好をしたトナカイの顔を見ながら願掛けをします。効果が高まりそうですよね。サンタクロースへの手紙も用意します。名シーンですね。それだけ必死ということです。クリスマスリースを煙の真上に置きます。蓄光ウォールステッカーを祭壇にかぶせるように貼っていきます。少しだけずらすとおしゃれなのでよくやる手法ですね。こちら側の壁に歴代のサンタもどきを飾っていきます。明かりをつけましょ祭壇に願いを届けてと中井さん。部屋の右側ができましたね。キッチンを作ります。石畳を敷いて畳を守ります。ハンマスしてていないところは家具を置いて隠します。かまどは本来ここにあるのはおかしいのですが、常識にとらわれずに生きていきます。
石畳の縁を隠すようにカウンターを置きます。カウンターチェアは輪にも合うようにラタンのスツールを採用しました。ウッドペンダントライトは3つ均等に並べます。小ぶりな壺を飾って和風感を強めていきます。キッチンが完成しました。それにしても散らかっていますね。最後にダイニングを作ります。一枚板のテーブルを飾って財力を見せつけていきます。自然な形をしたものほど高いらしいですからね。どこからでも座れるような背もたれのないベンチを採用しました。背中からひっくり返らないように注意ですね。大きなツリーの対角線上に小さなクリスマスツリーを置きます。食べ物を置く隙を与えないダイニングができました。クリスマスソックスを飾ります。こちら側でもプレゼントをねだるようです。格子のマイデザインを貼ってモダンさを少し足します。これで全て完成です。和室でちょっと変わった願い事の仕方をするクリスマスはいかがだったでしょうか。和室でクリスマスも意外といいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。